生命科学研究家の松田道之です。我々はこの度、皮膚でどのように細胞増殖シグナルが伝わるかを世界で初めて可視化することに成功しました。この発見は表皮下形成性疾患と呼ばれる一群の病気の病態解明に役立つものと考えております。まず皮膚の構造から簡単にお話しさせていただきます。左の図で皮膚の断面図をお示ししております。皮膚の一番表層にある細胞群が表皮と呼ばれるものであります。表皮はその一番下に基底層という細胞層があり、その上に有極層、下流層、そして角質層というふうになっています。このうち細胞増殖は一番下の基底層で起きるということが知られています。右の図はその基底層の平面図を示したものです。さて、細胞増殖には必ず細胞増殖因子というものが必要であるということが分かっています。ではこのように密集した基底細胞層に一体どのように細胞増殖因子が伝わってくるのかということについてはこれまで分かっておりませんでした。そこで我々はこれを可視化することにいたしました。我々が使ったのはエースケマウスと呼ばれるこの特殊なマウスです。このマウスは蛍光タンパク質を改変したものが入っていて、この中では細胞増殖が活性化された時に活性が上昇してくるマップキナーゼという活性を簡単に見ることができます。マップキナーゼは細胞増殖に必須の分子としてよく知られておりますので、この分子を活性化することで細胞増殖シグナルがどのように伝わるかを可視化しようと考えたわけであります。左にマウスが2匹おりますが、このうち右のマウスが緑の蛍光を発しているのがわかるかと思います。このマウスの脳をさらに右の図でお示ししておりますが、色がついていて赤いところがマップキナーゼの活性が高いところ、青いところが活性が低いところという具合に、このマウスを使うと簡単に細胞増殖の刺激がどこで伝わっているかを見ることができるわけであります。我々はこのマウスを使って皮膚を観察してみました。これがその皮膚の3次元像です。これは角を見せておりますが、先ほどと同じように青いところが活性が低いところ、黄色いところが活性が高いところというふうになっています。ちょっと動かしてみましょう。ご覧のように毛根部、それから基底細胞層、それから有極細胞層が明らかに見ることができます。今有極細胞層から基底層、そして毛根部へ行きました。戻ってくると再び基底細胞層、それから有極細胞層というふうになっています。先ほど申し上げましたように細胞の増殖は基底層で起きます。なのでこれから基底細胞層の増殖の様子をお示しします。左の図が角を示しています。多数の角がご覧いただけると思います。右の図がこれはゴールデンシュートカラーというモードで示しているアークの活性像であります。これをビデオでお示しします。ご覧のように右の図を見ていただきますと、花火のようにアークの活性化が周りの細胞に伝播していく様子がご覧いただけると思います。今6時間ほどを見たところです。さて、先ほど申し上げましたようにこのマップキナーゼという分子は細胞の増殖に関連しています。従いまして次に細胞増殖がもっと頻繁に起きるような表皮下形成疾患が起きるような条件で観察してみました。それがこれです。先ほどと同じように左が角を、右がマップキナーゼの活性を示しています。薬を塗って約数時間しますとご覧のように再びマップキナーゼの活性が周囲の細胞に伝播していくのが観察できるかと思います。従いましてこの結果から確かにこのスプレッドと呼ばれる現象はマップキナーゼの活性化を観察していること、それが細胞増殖に関連しているということがわかるかと思います。他に細胞増殖が更新している状況としては傷口が挙げられます。これはマウスの耳の皮膚に傷をつけて、そこでマップキナーゼがどのように伝播されるかを見たものであります。右の図を見ていただきますと、今度は傷口に平行に大きな波がゆっくりと伝播していくのがご覧いただけるかと思います。すなわちマップキナーゼの伝播様式は場所によってあるいは状況によって変わるということがわかるかと思います。これらの結果を簡単に図でお示ししますと、正常皮膚の場合には少数の細胞からマップキナーゼの活性化は花火状に同心円状に伝播していく。一方傷口の場合は同じように活性化される細胞が傷口に沿ってたくさんあるために
MAP キナーゼの活性化は融合して大きな波となってより遠くまで伝播していくということが分かってまいりました。このように細胞増殖因子の情報伝達を可視化したのは世界で初めてであります。今回は皮膚についてお示ししましたが、皮膚以外の臓器、例えば肝臓、腎臓、あるいは消化管などで同じような研究をすることでより新しい発見が期待できるかと思います。またこのような増殖因子の情報伝達機構が明らかになったことで家系性性疾患などのさまざまな病態解明に役立ち、新たな治療法の開発につながるものと期待しております。以上です。